おはようございます。めぐりかみたちです。今日はキャレダニョの掃除の仕方、ロティの仕方を詳しく解説していきたいと思います。最後仕上げにそのまま汁を取って旬のアスパラガスをガレンチュールに添えたいと思います。それではまずキャレダニョを掃除していきましょう。今回用意したキャレダニョはフレンチラックといって8本、クラシタ肉の方から8本目までを数えた一番いい部分になります。向かって右側がセルダニョのある方、クラシタ肉のある方ですね。こちらです。でその反対側が首に近い方、エポールダニョがちょうどついている部分になります。エポールダニョ、肩肉を取り外した時に残っている肩甲骨の端の部分を取り除きます。肩肉は関節でつながっていませんので、筋肉と膜でつながっています。なのでこのように骨に沿いながら丁寧に包丁を入れて外していきます。美味しいキャレダニョの見分け方は、肉が赤くて脂が白いものを選んでください。それではモンショネ、骨を出していきます。この今丸で囲んだ三角形の部分の少し上の部分に包丁を使って印をつけます。反対側も同じです。その後印をつけたところを包丁で一直線につないで切り目を入れます。ひっくり返して内側の面も同じように印をつけます。次に骨の真ん中に切り目を入れていきます。この時よく切れる包丁で最後まできっちりと切り目を入れてください。切り目を入れ終わったら骨と骨の間に指を入れてこのように肉を剥がしていきます。もし剥がれにくい時は包丁を使ってください。この作業ですけども、肉が新しかったりある程度いい感じに乾いていると非常に外れやすいです。このように骨を持ち上げながら骨と骨の間の肉を押してきれいに剥がしていきます。この時にきれいに骨から皮を外してやると後でこすったりする作業が非常に楽になります。なので丁寧に頑張って外してください。外れにくい時は骨の先の部分の方ですね、先の部分の方をこのように包丁を使ってきれいに薄皮を外してやると非常に外れやすくなります。骨の先端の方の薄皮がきれいに外れたら先ほどつけた印のところまできれいに剥がしていきます。このように先ほどつけた印のところまできれいに剥がしました。その後反対に向けてこのように取り外していきます。この取り外した部分ですね、牛肉など焼肉でいうと骨付きカルビの横になります。で非常に美味しい部分なのでこれもまた銃に使いますので置いておいてください。筋が残っている時はこのように包丁を使ってこすってきれいに取ってください。次に表の部分の乾いた皮を取り除きます。包丁で
切り目を入れてこのように手で押さえながら丁寧に剥がしていきます。あまり引っ張りすぎると肉が剥がれてしまいますので、片方の手で押さえながら薄皮をきれいに剥がしていきます。それでは背骨の部分からキャレダニョを外していきます。このキャレダニョの骨の部分を持って動かすと、背骨に関節でつながっているのが分かります。そこに包丁を入れてこのようにえぐるような感じで背骨からキャレを外していきます。この背骨からキャレを外す方法ですけども、いくつか方法があります。今回はこのように関節に包丁を入れて外す方法を紹介しました。また他にもハサミを使って骨を外したり、大きい包丁で叩く方法もあります。また機会があれば紹介したいと思います。この関節の部分に包丁を入れてこのようにですね、えぐるような感じ、リンゴの芯を取るような感じに包丁を動かして関節を外します。反対に向けて背骨の部分に包丁を入れます。この時先ほどえぐった関節の部分まで包丁を入れていきます。あとはこのように包丁を入れて背骨から外していきます。この時キャレダニョの方に包丁の刃が当たらないように、傷つけないようにしながら丁寧に外していきます。先ほど関節をきっちり外していれば簡単に外れていきます。このように包丁の刃を当てるだけで外れていきます。このように関節できれいに外れました。次にこの部分に大きな筋があります。この筋はきれいに取り除いてください。これをつけたまま焼いてしまうと肉が反り返ってしまいます。これでキャレダニョの掃除が終わりました。向かって右側の部分がセル、鞍下肉に近い方、左側が首に近い方になります。右側の鞍下肉に比べて左側の首に近い部分の方がよりゼラチン質で油が入っていて、ロティなどして火を入れるときに少し時間がかかります。後でロティするときに詳しく解説します。先ほど置いておいたカルビの部分、バラの部分をキューブに切っていきます。一緒にロティして銃を取るときに使います。それでは汗染め、下味をつけていきます。塩コショウで全面きっちり汗染めします。ロティしている間に塩コショウが落ちます。ですので普通よりも多めに塩コショウきっちりとしてください。それではロティしていきます。フライパンにまず火をつけて軽くオリーブオイルを入れます。そして皮の面を下にして
まだ温まってないフライパンでゆっくり火を入れていきます。少し油を入れることによって均一に表の部分が焼けます。フライパンの温度が上がってきたところで、先ほどキューブに切ったバラの部分を一緒に入れていきます。キューブを入れた後はあまり混ぜないでください。混ぜてしまうとフライパンの温度が下がって肉から水が出てきてしまいます。ここでまだ焼き切っていませんけども、火の入りの遅い首側に近い方、向かって右側の方を重点的に焼いていきます。反対側、左側の下下肉に近い方は火が入りやすいので、この間キューブの上に置いて直接火が当たらないようにしてしばらく焼いていきます。このようにいい感じに焼けたので、また元に戻してキューブを全体に混ぜます。この時も温度が下がっていませんし、肉汁が出ていません。ここでニンニクを入れて170度のオーブンに入れてロティしていきます。今回大きさにもよりますけども、7分経ったので一旦出します。こんだけバラの部分から油が出てきていますので、この油をアロゼ、肉の上からかけて油の温度でゆっくりまた火を入れてやるのと、あとフライパンに残っている旨味を肉の上に乗せる、あと乾かないように油をかけるという作業です。アロゼという作業になります。この後手で指で押しながら肉の火の入り加減を確認しながら、もう一度オーブンに入れます。今度はひっくり返してもう一度170度のオーブンに入れます。8分ぐらい経ったのでまたオーブンから出します。このようにきれいに焼けています。やはり最初オーブンに入れる前にきっちり表の部分を焼いてから入れないと、オーブンだけでこの色にしてしまうと肉がパサついてしまいます。キューブに切ったバラの部分もよくロティできて美味しそうです。またこの出てきた油を内側の骨の上の部分によくかけて、最後きっちりと火を入れていきます。急須、火の入り加減を確認するには手で押すか、あと温度計もしくは金串を刺してこのように5秒ほど待って下の唇につけて温度を感じ取って火の入りを確認してください。慣れてくれば手で押しても分かると思いますけども、慣れるまでは温度計で測って、あと手で触って感覚を覚えてください。いい感じに焼き上がったので、ここでオポゼ休ませます。この時必ず網の上ですね、バットの上に網を引いた上に置いて、このままアルミホイルをかぶせます。この時バットの上に直接置いてしまうと肉汁が出て肉に肉汁がついてしまいます。なのでなるべくそれを避けるために網の上に置いてください。フライパンに残っているアニョの油は取っておきます。そこに白ワインを入れます。今回普通に白ワイン、酸味のあるシャルドネを使いました。好みで他のワインにしてもらっても美味しいと思います。ここでアルコール分を飛ばしながらフライパンについたうまみをきれいに剥がします。このままフライパンで仕上げてもいいのですけども、量が少なかったので鍋に移して仕上げていきます。そこにフォンダニョ、アニョ子羊の茶色いだし汁を入れて再度煮詰めていきます。またフォンダニョの取り方は動画がありますので、そちらを参考にしてください。もちろんフォンダニョ、重ダニョがなければフォンドボーでも構いません。茶色いだし汁で取ってください。
十分バラの部分から羊のうまみが出ますので、重ダニョがなければ重度ボラ油、重度ブーフでも構いません。十分美味しいです。最後にシェリービネガーを少しだけ入れて重の味を締めました。もちろんこのビネガーの代わりにレモン汁を入れても味が締まって非常に美味しいです。重を仕上げている間、ロフォゼしていたアニョを切っていきます。この切る前の状態、これをキャレダニョと言います。これを1本ずつ切っていくとコートレットダニョになります。キュイッソンは完璧です。骨と骨の間に包丁を入れてこのまま切っていきます。基本的にアニョ、キャレダニョ、セルダニョはロゼで食べることが多いです。基本的にセニャンで食べることはほぼないと思います。もちろん好みにもよると思いますけども、基本的にはロゼ以上で食べると思います。このように非常にしっとりとジューシーに仕上がっています。それでは盛り付けていきます。温めたお皿の上にガルニチュール、今回はアスペグジュベアラミラネーズ、グリーンアスパラのミラノ風を用意しました。このグリーンアスパラのミラノ風、また動画がありますのでそちらを参考にしてください。最後10をかけます。10をかけるときは、肉全体にかけないように気をつけてください。フランス料理、基本的に肉のキュイソン、火の入り加減がある場合はそれを隠すようにソースをかけることはしません。最後、肉の断面にフルドセルをかけて完成になります。旬のグリーンアスパラガスとキャレダニョ、非常に相性のいい組み合わせになります。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。